皆さんこんにちは。今週も引き続き苦しい相場展開が続きましたけれども、今回の動画では足元のマクロ経済状況を把握するとともに、今後の戦略をどのようにすればいいか考えていきたいと思います。ご覧いただいているのは日米の株価指数、それぞれ現地通貨建てで日経平均、トピックス、S&P500、ナスダック、フィラデルフィア半導体指数と呼ばれるソックス指数ですね。この5種類ご覧いただいていますけれども、例えば日経平均週末の金曜日には2000円を超える大幅な下落、値幅だけ取りますと1987年の10月以来2番目の大きさの下げ幅となりましたが、下がった比率で言いますと 6% 弱、過去14番目の大きさということで、阿鼻共感の相場でしたが、1ヶ月間の騰落で見ると約 10% ですね。一方で S&P はマイナス 3.6%、ナスダックはマイナス 8.6% と、現地通貨の基準ですと日本よりも下がってないと。さすがに半導体指数はマイナス 17.6% とかなり下がっていますけれども、まだアメリカの方が軽微に見えるわけですね。ただ7月末からの大幅な円高への動き、160円超えるところから140円台中盤まで、2週間ちょっとで 10% 程度の調整入っていますので、これを勘案して円建てで先ほどの各指数の騰落比べてみますと、当然米国の株式指数に関しては為替のドル下落分、これも勘案するとかなり下落率としては大きくなってくる。S&P500 でマイナス 12%、ナスダックはマイナス 16%、半導体指数はマイナス 25% 近くと、そうすると NISA 新しくなってから積み立て投資として米国株あるいは海外の資産一辺倒で投資してきた人にとってはかなり辛い状況になっているということですね。まず為替の面では皆さんもご存知の通り、7月の月末に行われた日銀の政策決定会合において、もともと利上げは見送られるんではないかと、7月上旬、相場がピークをつけていた頃ですね、思われていたんですが、そこから急速にリーク記事が出たり、政府関係者の発言があったりと、かなり相場も利上げを織り込んできて、実際に月末利上げの決定を行い、同時に国債の買い入れ額、減額というのを発表しました。この減額に関しては、事前に予想されていた通り、月額6兆円から3兆円と半減させるわけですけれども、四半期おきにですね、4000億ずつ段階的に削っていくと、少し緩やかな調整ペースを設けたことによって、この決定がなされた7月31日、昼時点では、日本株の相場はほとんど動いていなかったというか、むしろ、アメリカの対中半導体規制の日本除外などが発表されて、戻してきていた段階でした。しかし相場が引けてから植田総裁の会見があったわけですけれども、ここの発言でかなり高派な内容を発表しました。利上げはこれにとどまらずもっとやっていく 0.5%。もともと日銀が利下げに転じる前にピークをつけたこの 0.5% に壁などないと。1ヶ月前遡れば相場では利上げは見送る9月になるんではないかと思われていたところから実際に利上げを行ったわけですので、事前に思われていたのは利上げをもししないのであれば高派なコメント。逆に利上げをするんであればその緩衝材というような形でそこまで過激な発言をしないのではないかと。どちらかというと緩和的、鳩寄りの会見になるんではないかと思われたんですが、会見においても超高寄りの発言を行ったために、これは想定外ということでかなり相場が動き出した。円高に進んでいったわけですね。なぜこのような発言をしたかと言いますと、前回利上げを行った際に会見において鳩寄りの発言をしたためにマーケットはそれを取って円安の方向に進んでしまった。つまり利上げを行ったにもかかわらず為替の円安是正につながらなかったと。これをかなり植田総裁が意識して今回のような会見を行ったと。ただこれまで日銀は植田総裁に代わってからリーク記事を出すなどかなり相場に織り込ませた形での政策決定に尽力してきたように見受けられますが、今回のこの会見を受けて決定段階では152、3円程度だったところから140円台まで突っ込み始めました。そこからはですね、この後ご覧いただきますが、円のショート、このポジションの解消、買い戻しが買い戻しを呼ぶというような形でどんどんと円高に進むと。一方でアメリカの方に関しては注目されているのは主に経済環境。これまで高いインフレ率を抑えるために利上げをどんどんと行ってきて、
それが一段落したという形で、マーケットでは想定通り、今回は利下げの決定ありませんでしたけれども、9月にも利下げを行われるのではないかと、そのような状況ですね。しかし、先月末から今月にかけて発表されてきた主要な企業の決算、かなり悪い内容のものが多く、アルファベット、テスラ、マイクロソフト、アマゾンといったところが市場予想を下回るような形、もともとテクノロジー企業の株価というのは非常に割高な水準にあったというのは、言い換えますと、決算に対する期待値がかなり高いところにあると、並大抵の決算内容では満足しないというような株価水準だったので、これらの企業の決算というのはマイナスに受け止められたわけです。中にはポジティブな内容、ネガティブな内容両方とも含まれるような決算もありましたが、基本的にはそういった決算だとマイナスに取られてしまうと、それがアメリカの景気後退、リセッションを連想させてしまう。そして悪い決算の代表格、先週最後に出てきたインテルですけれども、減収減益1万5000人のリストラを行うと、焼け野原の相場に燃料投下するような最悪の決算を出しまして、これで株式相場大幅に売り込まれて、アメリカの景気も悪い、日本も円高が進んで収益が悪化するとなると、どんどんと株式相場は下がっていったというような状況ですね。とはいえ、ご覧いただいているようなテクノロジー関係の企業というのは、収益性の数字だけ見れば、他の業種の企業よりも高い成長率がありますので、今足元の段階での株価水準ですと、期待値がかなり剥落して、PBR、ROE の関係性を見たときには、それなりに他業種と同水準まで調整が進んできているというような状況です。そしてアメリカの株、売りが売りを呼ぶというような形ですけれども、こちらブルームバーグの記事で7月25日に出たもの、ゴールドマンのルブナー氏というのがトレンド追随型戦略に警告、モメンタムですね。上がっているものをどんどん買って追いかけるというような戦略ですけれども、これまで大幅に上がってきた要因の一つとしては、モメンタム戦略を取る商品投資顧問業者 CTA に対して彼らが買ってきたわけですけれども、このポジションに対して売りのシグナルが発動されるような水準を下抜けていると、7月25日の段階で事前に予想していたわけですね。この CTA、最近の記事よく言われますけれども、ここまで相場が下がったので悪者は誰だ CTA だみたいな風に記事書かれますが、基本的には CTA の動きというのはこのゴールドマンがモニターしているように、常にどの株価水準で売りのトリガーが発動するか、短期、長期、それぞれの機関投資家でモニターされているわけですね。それで7月末の段階ですでに売りシグナルが出る水準を切っていたので危ないですよというような内容ですね。そしてこの CTA、先物を中心に投機的なポジションを取るような機関投資家が株価水準を割り込んだことで、ポジション解消に向かうと329億ドル、5兆円程度の世界株式ポジションの巻き戻しが想定されるということです。実際日本株においても売り越しをしているのは外国人。すでに記事が出たようなタイミング周辺7月月末の方では大幅な売り越しが観測されています。先ほどの記事からゴールドマンの推計している各国の指数における CTA からの資金フローの予想ですね。この真っ赤っかになっている列というのが今足元で置かれている状況ですが、標準偏差 2.5 を下回るような水準で各国の株式指数が急速に下落している場合、すべて合計すると1週間560億、1ヶ月で2400億ドルと大変大きな規模感で売りが想定されていますけれども、ドル円の方の CTA の動きご覧いただきますと、5年間のグラフで円の買いが0より上、円の売りが0より下のところですね。2021年以降はずっと円は売られている、ショートのポジションを取られているわけです。当然これはドル高円安の環境が続いてきましたので、円売りドル買いのポジションというのは儲かっている状況ですけれども、この足元一番 CTA のポジションが円ショートを大きく膨らんだところ、ここが為替レート160円を超えるような水準ですね。今ご覧いただいた為替のグラフを反転させてご覧いただきますと、こちら CTA の動きというのが為替のレートに寄与する割合というのがかなり足元高くなっているのがご確認いただけると思います。そしてこのショートポジションマイナス200というのが20万枚というところですが、土曜日の明け方に発表された直近の数字だとマイナス73まで来ていますので、
まだ買い戻しの余地が半分程度は残されていると。2021年以降で最も円売りがポジション少なくなったタイミング、2022年で凹んでいるマイナス25程度のところ、ここが130円台中盤、135円程度ですので、この辺までは最悪買い戻しが進んでもおかしくないと警戒した方がいい水準かと考えられています。それではこちら久しぶりにご紹介しますけれども、証券会社に対して各国の機関投資家、日本、ヨーロッパ、アメリカの長期投資と、今ご紹介したような CTA あるいはヘッジファンドのような短期的な投資家、この4種類の機関投資家からの日本の株式市場に対する売買受給ですね。これを証券会社の方に発注した金額、今足元だと売りがかなり強いと思いますが、その証券会社に対するこの4種類の機関投資家からの受給というのを集計したデータ、これを元にですね、今後の日本の相場展開を探ると。そしてこの中でも焦点が当たっている CTA、右下の短期投資家、ここが株式指数よりも少し先んじて動き始める傾向が強いというようなトレンドをもとに以前ご紹介しました。このデータを直近まで更新しますと、こちら CTA がかなり日本株に対してポジションを積み上げてきているピンクの棒グラフ、高い水準まで来ているのがお分かりいただけると思います。ただ直近のところ少し下がってはいますけれども、株式指数よりも下がっていないということで、まだ売りの圧力のポジションというのは残されている可能性が考えられると。そしてこのポジションの変化と株式指数の動き、相関を少し1週間ずらした上で取ると、こちら純相関の時というのは常にモメンタムを追いかけている。1週間経ってもまだ株式指数と同じ方向に動いているという期間ですね。一方で相関が負に転じた時というのは、株式指数が上がっている場合は1週間後程度に下がる可能性があるよと。逆に株式指数が下がっている場合というのは、もうそろそろ反転して上がっていく兆しだよと、絶対ではないんですけれども捉えられる局面があるという分析になります。例えてご覧いただきますと、過去23年10月のあたりですね。それから12月のあたりというのが逆相関出るところから株式指数が上がっていったという形。直近の6月末から7月にかけても少しだけですが、逆相関のところ出てきて、ピークから反転したと。ただその前に純相関に戻ってしまいましたので、少し評価が難しいですが、今急落している7月末のところをご覧いただきますと、それまで下落トレンドずっと追いかけてきていたわけですが、この急落した2日間に関しては逆相関に変わっていると。そうするとこの短期的な水準感では下げすぎの評価をして CTA としては少しは戻しを期待しているというような状況でしょうか。ただ指数の反転が見られるような逆相関の期間としては少し短い2日しかまだ出ていませんので、もう少し様子落ち着くまで見た方がいいかもしれません。また欧州系の投資家に関しても、こちらは CTA と長期投資家を分けることができないデータになっていますが、もちろん幾分か短期的な投資筋入っていますので、ご覧いただきますと非常に顕著な傾向が出ております。通常は先ほどアメリカの短期投資家のような先回りして動くという傾向は捉えられませんが、今回に関してだけは株式指数と欧州系の投資家逆の動きを6月末からしていたと。最後にトランプトレードというような相場環境で株価が日経平均42,000円のところまで上がったタイミング、すでに欧州系は売りに転じていまして、そこから一貫してずっと売りを続けている。ですけれども先週末のところ、まだ判断は早いですが少し落ち着いてきているかもしれないというような動き。そしてこの水準ですけれども直近の同水準、日本株のポジションを削ったところというのがちょうど年末ですね。この時も11月から年末にかけてポジションどんどん落としていったわけですけれども、年明け以降の株価上昇に追随してポジションを取っていた。この最もポジションを削っていたタイミングと同じような水準感まで来ましたので、こちら欧州系の投資家のデータでは直近1年間最も売りをこなしたというような状況です。さて海外の投資家や CTA、先物を中心とした投機的な動きをするポジションを追いかけてきましたけれども、今日本は決算シーズンということで、決算内容自体はポジティブなものが多いです。平均しますと 10% から 15% 程度の事前予想上振れ
の利益水準が出ているので、各企業、特に輸出関連の銘柄に関しては重要となってくる折り込み為替レートというのが変わると、この水準も変わってくるかもしれませんが、このまま為替レートが先ほどご紹介したように130円台まで突っ込んでしまうような形ですと、1株あたりの利益水準というのはご覧のように変わってきます。従前155円で織り込まれていたものですと、今年の決算に関しては前年比 10% 程度の利益成長。これが今足元だと145円まで見えてきましたので、6.2% までかなり下がってくる。4割ぐらい前年比の成長率というのを吐き出している形です。仮にこれが130円一番左側まで円高進んでしまうと、ほぼ1株あたりの利益というのは前年と変わらないと。ということは株式相場の指数においても前年と同じような水準まで下がってくるというだけでなく、株の評価というのは将来の利益水準も織り込んでの株価形成となりますので、この後ですね、円安方向に進まない利益成長も足かせになるというのが2年3年と環境として続くという風な見通しに変わるんであれば、昨年の株価水準を下回ってもおかしくないと。具体的な数字だと、例えば日経平均昨年は28,000円程度から32,000円程度まで上がってきた年でしたが、この時と同水準の企業利益が見通されていて、さらに先行き見通しはこの時と違って2年後3年後も円高の環境に置かれると相場が捉えるのであれば、それよりも下25,000円、2万円。2万円と言いますと、コロナショックのあった2000年、ここまで遡る形ですが、さすがにそれはこの時の企業利益考えると大げさかと思いますが、日本株マーケットに対してはそのような捉え方、先々週ご紹介したような円高のタイミングでメリットが出てくる銘柄にどんどん振り替えていく。つまり内需関連ですね。ディフェンシブの銘柄に振っていった方がいいかと思います。ということで足元のマクロ環境、4つの局面で捉えるとどこにいるのか。横軸はインフレ、物価の動向ですね。右側が高い時、左側が低い時ですので、今アメリカが高いインフレを抑え込んできた低い方向、右から左に進んでいるというような状況です。一方、縦軸が経済活動、企業の利益水準が高い時が上、低い時が下と。そして冒頭ご紹介したようにアメリカの各企業決算あまり好調ではなかった。特にインテルに関してはとんでもなく悪い決算だったということで、これまで右上局面にあったように半導体関連中心にインフレを伴って景気拡大してきましたけれども、局面3に移行してさらに左側に行くということなので、局面4、この3、4あたりを警戒している状況ですね。それぞれの局面でどこに投資するのがいいのかと言いますと、企業活動、利益水準が高いとき、局面1、2というところで株式、そこからスタグフレーション、景気が減速していく段階では、物価は高いままですので、金であったり商品といったマーケットに投資する。物の値段が上がるということは、貨幣価値は下がるということですので、金であったり商品市況、値段が上がっているそのものに逃がすということですね。そこからインフレも落ち込んで景気後退局面4に入るともう買えるものは債券のみと。なぜかと言いますと、景気後退すると、この後局面1に向かっていくために金利が低下していくわけです。金利が低下すると債券価格というのは上がっていきますので、ここに逃がすしかないという状況ですね。さて、従来インフレが落ち着いてきたということなので、右から左に移行していくというのは想定されていたことですけれども、スタグフレーション、景気減速がそんなに起きないんではないかと期待されていたわけですね。アメリカの各企業、そんなに利益水準悪くないよと思われていた。それを回避する。つまり、局面4をそんなに期間として踏まないで、再び局面1に迎えるんではないかという期待がかなり多かったんですけれども、各企業決算だけでなく、経済指標ですね。ISM 製造業指数であったり、雇用統計、軒並み事前予想を下回るような水準ということでしたので、結局はですね、局面4、景気後退期を踏まえてから回復を待たなければいけないんではないかということで、今後まだ心配な局面が続くなと、あまりリスクを取りたくないという方は、債券投資、丸々国債を買うというような形にしますと、これまでのような収益性というのは当然得られません。特に米国債なんかに投資してしまうと、円高の局面では為替でやられますので、為替ヘッジするにあたっても金利水準が方向としては日本の利上げ、アメリカの利下げですが、金利そのものの水準感で言いますと、
まだまだ日本は 0.25%、アメリカは 5% を超えていますので、ヘッジするコストだけでも債券の収益をだいぶ削られる。となると、社債であったり新興国債券、あるいはハイイールド債といったようなところ、ご自身で買うのが厳しい場合は、投資信託を選べばよろしいかと思います。あとはですね、局面4、どれぐらい長くなってくるかわかりませんけれども、もういちいちそんなのはすっ飛ばしてですね、局面1まで向かっていくのを待つんだと。いちいち債券は買わずに、今足元下がっている株をどんどんと積み上げていくんだと。そして例えば、米国株を積み立て投資しているような方ですと、含み損になっても再び上がっていくのを待つ。為替が円高であっても、局面1に戻って米国株がどんどん上がっていくんであれば、米国債に投資しているよりは、為替レートの損失を補ってあまりある。そんな局面に来るまで株を持ち続けるんだと。秋口には皆さんご存知の通り大統領選挙がありますので、具体的にどのような株を買っていくべきか、それも含めて投資の選択、判断するにあたっては、株を持ち続ける場合ですと業種ですね。あるいは債券を買うのであれば、どれぐらいの割合にするかなど、難しい局面ですが、今回の動画も少し参考にしていただいて、投資から退場することなく乗り切って今後も当チャンネルの動画楽しんでいただければと思います。退場させられるような過度なリスクは取ってはいけません。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。